うっかりうららかな陽気に誘われてしまいまして、よいしょ。いえいえ、こんなところには一切用なしですが、この人には少しばかりの用がですね。はい、カリン様が痛くご立腹なのですよ。やれやれ、あれとかあれじゃないのかね。やれやれ、心当たりがあるのですね。なんなのですか。人のほっぺたをそんな気軽にプニプニと。心当たりはないのですか。とにかくカリン様のところに向かうといいですよ。叱られに。あの剣幕ですから。ぐい。おーい、ふーとしたことがうららかな。おーい。いやらしいことでしょうね。カリン様が怒ることなんてそれ以外ないので。大事の前の小事というやつではないでしょうか。なんなりと。もう、お怒りが収まるまでは捕まらない方がいいのかもしれません。がそそのかしたことにされると困るですよ。まあなんというか、城を出ようが出まいが無駄だと思うのですよ。まずはあれを。本郷、どこだ？さっさと出てきなさい！
ちなみに、場外は親衛隊のお二人とシアちゃん、町は魔王ちゃんたちが警備隊を使って捜査網を敷いていますので、いろいろと諦めた方が良いかもなのです。カリン様が過去にどれだけご自分に向けられた暗殺計画を潰してきたかご存知ですか？多分お兄さんがカリン様に怒られる理由の数より多いのではないかと。おかげで都ではカリン様の話をするとカリン様が現れると評判のありさまで、まあその辺でのんびりしましょう。お茶でもいただきながら。隠れる？ああ、そうでした。でも隠れても無駄な時は隠れるための無駄な体力を使わない方が良いのです。虎穴に入らずんば孤児を得ずと言います。危機を見極め、その中で最良の一手を打つのが軍師の務め。宝船に乗った気分で安心しとけな。細かいことは一個なしです。さあさあ。見つけたぞ本郷。あ、ちょっとこら待ちなさい。おとなしくバカにつけ。おとなしく首をはねられなさい。どうやら追ってきていないみたいですね。それはカリン様本人に聞いてみないとわからないのです。おお、本郷を捕らえたか。きれいとなっても大丈夫なら戻ってみるのも一つの手ではないでしょうか。逃がしてなるか。さあ回り込むで。分かったの。わかりました。隊長、恨みはありませんがカリン様のご命令です。除名の嘆願はさせていただきますから、おとなしくバクについてください。隊長、こら！意識していない分たちが悪いというのもありますけどね。
お兄さんは頑張りすぎなのですよ。元気なのは寝台の上だけにしてほしいのです。はい。カリン様が大切にしていたお菓子をこっそり食べちゃったとかですか？食べ物の恨みは恐ろしいですからね。他に怒られるような覚えは？何か心当たりがあったのですか？フーは別に悪いとは思っていないのですよ。強いて言えば、これは天命なのです。そう。フーとお兄さんがこうして逃げ回ってることも、あの日、お兄さんにいきなりマナで呼ばれたことも。おや、それは初耳なのです。春蘭ちゃんは？ふむ。でしたら、フーは命の恩人ですね。フーも、この間せいちゃんと会いましたよ。戦場でしたが。まあ、そうだろうとは思ってましたけどね。元気そうで安心したのです。そういう定めなのでしょう。別に、フーだけがそういう立場なわけではありませんし。どうなることやら、なのです。兄ちゃんいたよー。兄様、おとなしくついてきてください。兄ちゃん、逃げたら余計に罪になっちゃうよ。ちょっと、お兄さん。重くないですか？それより、ちょっとお兄さん、体力は大丈夫なのですか？
はい。いえ、別に。結局、戻ってきてしまったのです。春蘭ちゃんもケイファちゃんも探しているはずですし、そこまで甘くはないと思うのですよ。こそこそしましょう。おーら。ありゃひどいな。あれがかの有名なこの世の終わりも書くやという顔ってやつか。こら、そんなこと言ったらレンちゃんがかわいそうですよ。おーい、りんちゃん。憂鬱そうにしてどうしたのですか？あの日だったらいいお薬を知っているのですよ。血が足りない程度のことが悩みに入るものかしら。空ってなんて青いのかしら。この青いのが全部血の色だったらいいのに。おお、これは激しいですね。女として一皮むけて、この前まではあんなに輝いていたのに、一体どうしたというのですか？そう見えましたか。お城の話題を独り占めでしたしね。熱はないようですね。そう、熱の一つも出るくらい血が流れていればいいのに。まあ何ですか、ここは一つ風に話してみるというのはいかがでしょうか？そうね、あれはそう。やっぱりやめておきましょう。女泣かせ。これで落ち着いてなんかいられるもんです
ですか？お兄さん、黒いオーラとやらがりんちゃんの攻撃力を爆発的に上げているようですね。よしよし。そう言って私を信頼させておいて力になると言いながらまた私をたばかるつもりなのでしょう。それともケイファあたりの差し金ですか？ももそんなに私に恥をかかせて楽しいですか？あなたが変態なのは理解していましたが、まさかこれほどまでとは。ふむ。泣き濡れるりんちゃん、怒れるカレン様、そしてケイファちゃんの陰謀説。謎はすべて解けました。お兄さんが救いようのない変態だということです。何か違っているのですか？まあそれは冗談ではありませんが、置いておくとして、りんちゃん、またカリン様のお相手ができなかったようですね。私の体を持って遊んだからではありませんか？フーは何もしてないのですよ。私にも少し殴らせなさい。
どうもこうもないわ。見なさい。止めるな。この指使いは。ありゃ。そうなのよ。散々じらされてこれではあなたの首も跳ねたくなるというものでしょ。何よ、自分はリンを好き放題に楽しんだくせに。不思議ですね。フーが得た情報によれば、リンちゃんはお兄さんの変態で鬼畜で必要な状況の甲斐あって見事エロエロに目覚めたというお話でしたが、ええ、リンの女に磨きをかけてほしいという私の命は果たしてくれたとリンからも聞いているわ。最初は満足していたのよ。一挙手一投足にも女の生めかしさを感じるようにもなったし、人との接し方も目に見えて違ってきたわ。かりん様。これなら大丈夫って思うでしょ。満を持して誘ってみたら。話をした瞬間にね。筋金入りですね。結果的にカズトに任せたことが逆効果になってしまったみたいね。この宋猛徳、一生で一番の誤算だったわ。まあ、りんちゃんの性格ですから、この可能性はなきにしもあらずではあったわけですが。りんちゃんが1を聞けば10の妄想を考えるエロエロ妄想力の権下だということは皆さんご存知だと思いますが、それで今までは脳内であやふやな絵と自分の声だけでエロエロしていたところに、明確な絵と声と手触りと匂いが付け加えられたわけで、ジョン？これをまさに脳内革命と、ともかく私が耳元にささやきかけただけでこれではどうにもならないわ。ほらリン、起きなさい。気がついた？カレン様、お恥ずかしいところをお見せしました。私はもう消えてしまいたいです。
そんなことを言って悲しませないで。カリン様、なんとお優しい。重傷ね。よしよし。ほら、チーンしましょうね。チーン。ずるいわ。カズトは最後までちゃんとできたのでしょ。それは嬉しいけれど、そうね、カズトがいれば大丈夫かしら。いっそ3人でしましょうか。おや、お兄さんは2人でこうイチャイチャするのでなければ立つものも立ちませんか？3人で？誰がカズト殿の？カズトも私もリンに入れてあげて構わなくてよ。この間魔王に作ってもらったもの。カリン様のもの、私の体の中にカズト殿のものと出したり入れたり、それが私の体内で入れ違い。後ろの方、いけません。そこは排泄用の穴でございます。そこはまだ8メートル。あら、ならリンの後ろの初めては私がもらってあげましょうか。脈が弱くなってますね。あと2、3発が限界かもですよ。もうカズト、あなたが全部悪いわ。そうですよ。お兄さんが全部悪いのです。3人でだなんて。フーは仲間外れなのですか？そうね、フーも磨くよう言ったのだから、私もリンの磨きようだけを確かめるのは不公平よね。その時はお兄さんも一緒でお願いしますね。あらあら、フーは私の想像以上に磨いてくれたようね。いいわ、フーもネアを共になさい。リンとネアを共にできるのであれば、ケイファやシュンランも呼んできて。本気になれば私、7人までならいけると思うの。大乱行祭りですね。今度はぐれ